こんにちは、ソムリエの浩平です。最近僕がお店で提供するワインが、尖りすぎてですね、変態ソムリエになったねと言われるようになりました。2年半前からずっと産地下田にお前はつまらないというパワハラを受け続けていたんですけども、よくですね、僕にも変態ソムリエという褒め言葉をいただける時が来ました。今回はそんな僕がおすすめする国産ワイン5選という形でお送りをしていきます。今回ですね、あまりにも日本に素晴らしいワイナリーが多すぎて非常に悩みました。ちょっとこの5選という、5個のくくりではご紹介しきれないなと思ったので、観戦主観で、僕の好みで今日は5つに絞ってご紹介をしていこうと思います。だいぶ偏ったおすすめになっているんじゃないかなと思います。今日はこの動画を見て、このワイナリーのこのワイン飲んでみたいと見ている皆さんが思ってくれたらそれで嬉しいなと思います。よろしくお願いします。では早速入ってまいりましょう。まず最初の1つ目、栃木県の足利市にあるココファームワイナリーが作る甲州 FOS、ココファームワイナリーはですね、僕個人的に本当に好きで、うちの店に来てくださる方、お客様にココファームの話たくさんしちゃってるんですけども、ココファームワイナリーはもともと障害者支援施設でございまして、そこの担任をされていた方が障害者支援学級の卒業した人に対して働き口を作るために、大体1950年代に一つの山をですね買いまして、その山の斜面を開墾してブドウ作りを始めたのがきっかけです。最初は食用ブドウを作っていたんですが、なかなかうまくいかず、ブドウを加工するワイン作りをしてみようということで、海外からブルース・ガットラブさんというしっかりとした醸造家の方を招いて醸造技術を学んでですね、今となってはしっかりとしたワイナリー、素晴らしすぎるワイナリーになってます。実はあんまり広告とかを打つワイナリーさんではないので、口コミで広がったワイナリーになってます。そして今回はココファームワイナリーも素晴らしいワインがたくさんあるんですけど、その中で個人的な一押し、僕の大好きなオレンジワインをご紹介させていただこうと思います。甲州 FOS というワインです。ブドウ自体は山梨で作っているものを栃木に運んできまして、ファームさんの中でスキンコンタクト、ファーメンテッドオンスキンズという意味合いの言葉がこのワインの名前にもなっているんですけども、皮と種を一緒に漬け込んで色合いであったり渋みを出すことによって作られるオレンジワインです。このオレンジワインの味わいが非常に綺麗で、さらにはですね、その渋み、苦みに近いと思うんですが、その味わいから紅茶を連想するような味わいになってます。様々なお料理に合わせることができるワインなので非常におすすめです。そして2つ目、山梨県のキスビンワイナリーさんです。最近テレビでも特集をされておりましたが、キスビンさんもですね、個人的に本当に好きで、僕が好きなワイナリー、結構お客様に対して熱く語ることが多いなと思ってるんですが、このキスビン、なんといっても醸造家の方、女性の醸造家なんですが、斉藤真由さんという方がワインを作っております。この斉藤真由さんが面白くてですね、早稲田大学在学中にフランスの留学、フランス語の先生と一緒に20人ぐらいでフランスに渡った時に、ボルドーのワイナリーでですね、夫婦で作っているワイナリーの畑であったり、その人柄であったり作るワインを飲んだ時に、私がやりたいのはこれだと、そういった思いに駆られ、日本に帰ってきてから早稲田大学を中退し、なんとカリフォルニアの醸造学校に行きます。その醸造学校で首席で卒業、それからその醸造学校で1年ほど、先生役といいますか講師役で働いた後にフランスに渡って様々なワイナリーで知見、技術を積み上げてきまして、そこにラブコールを送ったのがこのキスビーワイナリーで、3代目となる杉原さん、男性の方ですね。一回そのキスビーのワイナリーに行った時に、ここでだったら私の作りたいのが作れるかもしれないというところで手を組んでですね、このワイナリーを始めたわけでございます。最初はご苦労も多かったみたいなんですけども、マスターオブワインと言われる世界一のソムリエの方がそのマヤさんが作ったワインを飲んだ時にもう絶賛しましたよ。これは美味しいと、そのケース全部私が買うよと言ってしまうぐらい素晴らしいワインを作ってたんですね。それがもう一躍有名になるきっかけなんですけども、僕もキ
色恋沙汰に絡めて飲んでほしいと。でこのキスビーのワインが、ベッドシーンとかで登場したら一番最高かもしれないっていう、まゆさんがどっかのサイトで書いていたのを見て、うわなんて面白いんだろうと思ってですね、で今回はそのキスビーさんのワインの中からお勧めさせていただくのがシャルドネ・レゼルブ。これ実際にお店で使わせていただきましたし、僕も飲んでるんですけども、非常に美味しいです。完成度が高いですし、艶やかという言葉が非常に似合うなと思うワインでした。僕が飲んだ時は温度を上げてですね、14度ぐらい、カメと同じぐらいまで上げて、少し大ぶりのグラスで香りを感じながらスパーリングをしながら飲んだんですが、まさに絶品でした。これはもう日本人であれば、なおかつ海外の方にも飲んでほしいワインの一つです。はい、続いては3つ目、マグビスワイナリーとマスカットベイリーエです。山梨県の勝沼市にあるワイナリーなんですが、松坂さんという方がこのオーナーをされていて、マグビスという名前の由来も松坂グリーンビンヤーズという名前の略でマグビスという名前がついてます。マグビスワイナリーは非常にブドウであったり、土地、価格というのにこだわって作っておりまして、今回ご紹介させていただくのはマスカットベイリーエ。そのうちの、このマグビスさんのワインって数字、アルファベットの数字が記載されてるんですね。で今回のおすすめは B153 のマスカットベイリーエです。そしてこの B153 というアルファベットの数字にもちゃんと意味がありまして、 B というのはベイリエ品種の頭文字です。でその次の1はブドウの収穫地で、1番はですね勝沼地区を表しています。その後の5は仕込み方法を表しています。5というのがセニエ濃縮、セニエ法で抜き取った果皮の量が増え、凝縮感のある色の濃い果汁を意味します。そして、最後の3番、3は製造方法を表します。今回の3番というのがステンレスタンクで発酵プラス樽熟成を行っています。ステンレスタンクでアルコール発酵を行った後に左に移して熟成をしているそうです。はい、このマスカットベイリーエを飲んで非常にびっくりしたワインの一つなんですが、通常のベイリーエのイメージというと凝縮した果実感というよりは赤い果実の軽やかなタイプのワインを作る品種かなという印象がありました。ただこのマグビスさんのベイリーエを飲んだ時に非常にこの凝縮感があって、長期熟成できるタイプのワインなんだろうなと思うような味わいでした。どこか土に近い、木の根っこに近い香りも持ってますし、合わせる料理の幅が広いなと感じたワインです。ワイン単体で考えた時も非常に飲み応えがあるタイプのワインなので、非常にこのワインおすすめでございます。そして4つ目、山梨市にある共栄堂ワインさんが作るこのワインの名前がですね、非常に難しいんですけど、オレンジワインです。そのワインの名前が K19BAK、 そしてハイフンの DD、 暗号化というそんな名前になっております。でこの共栄堂さんのワインもですね、いろんなこだわりがあって作ってるんですが、ワインの名前この K19BAK-DD、 言葉の意味は、最初の K は生産者が小林さんということなんですが、小林さんの頭文字の K、 その後の19、これがヴィンテージです。2019年。その後の BAK、 ビフォー秋という意味だそうです。なぜ秋だけ日本語なんだろうと思いつつも、夏終わりから秋前ぐらいに飲んでほしいといった思いが込められているそうです。その後の DD は橙色を表しています。つまりはオレンジワインですよという意味になっています。そしてこの共栄堂さんのですね、こだわりとしてはナチュラルワイン、自然派ワインを作っているんですが、基本的にこの作られるワインは野生酵母で発酵させて酸化防止剤を極力使用しない、プロ化無成長でワインを作るため濁っているのが普通の状態と、大好きなタイプでございます。このワインのエチケットが、このワインを作って飲んだ時に感じられたインスピレーションを受けて別のデザイナーさんがデザインをしたものらしいんですね。エチケットの絵だけでもこのワインのイメージが湧くんですけども、このエチケットに QR コードが、ちっちゃい QR コードが書いてあって、それを読み取るとそのデザインされたエチケット、ラベルの意味であったりとか、こんなイメージで書きましたという思いが書いてあるんですけど、プラスアルファで音楽が一緒に添付されてるんですね。でその音楽というのがそのラベル、エチケットのデザインを見て受けたインスピレーションで作られた音楽です。それ小林さんの、思いというか
こだわりみたいなところで芸術とワインに切っても切り離せないよねといったところから、ワイン、さらには、絵、そして音楽と3つの芸術を合わせた作品を作っているのがこの京江堂さんだなという印象です。でこの今回のオレンジワイン、一応濁りもあったので飲み応えもあるんですが、キュッとした酸味を感じられます。エチケットの軽やかかつ少し切ない感じを僕は感じてるんですけど、そういった印象を受ける絵、さらに音楽は軽やかなちょっとテクノポップっぽい感じの音楽なんでしょう。味わいの複雑味を表しているのか、音が複雑というかいろんな音が重なっていて一定ではなくて、激しさがある中で複雑さがある中でもどこかゆったりできるような気持ちになる音楽でした。これもですね、非常に面白いのでおすすめでございます。ぜひお飲みください。そして最後、5番目、東京の御徒町、下町にあるブックロードワイナリーさん。僕自身が下町出身なので、このワイナリーはもうどうしても紹介したいなと思いまして、最後に入れさせていただきました。このブックロードも女性の方が醸造家をされているんですが、40歳を超えてからこの醸造の道に入ったと。この方も最近テレビに出てましたね。非常に面白いワインを作ります。特徴としてはですね、このブックロードさんが作るワインはエチケットが全部異なるんですね。でそのエチケットに書かれているのが、そのワインを出来上がったワインをそのワイナリーの方々が飲んで、いやこんな料理食材に合うんじゃないかなってイメージを出し合ってですね、でじゃあこれだねと決まったものをデザイナーさんに依頼をしてそのラベルにしてます。なので、ショートケーキが書いてある時もあれば、あとは柿だったりとか、カニ、エビ、タイとか、いろんなエチケットがあるんですが、その見ても楽しめますし、生産者の思いであったりとか、このワインのこんな風に飲んでくださいという思いを可視化している面白いワイナリーだなと思いました。で今回この中でご紹介させていただくのが、実際に僕が飲んだワインで面白いなと思ったメルローでございます。でこのブックロードさん、実はヴィンテージを記載してない代わりにある数字が書いてあります。でこのメルローの場合だと、1402-12という数字が書いてあるんですね。でこれはこのブックロードさんの会社、元の会社の設立してからの、何年目という数字、その次がワイナリーが設立して何年目で、ハイフンを挟んでそのワイナリーで何個目に作ったワインですよという意味があります。なので会社自体、このメルローの場合は14年経った時に作ってます。でワイナリー自体は2年目、そしてワイン自体は12個目、12種類目のワインですよという意味が込められております。このブックロードさんのワインもですね、幅が広いので、実際ワイナリーに行ってみてお話を聞きながらとか、試飲が常にできる状態で作ってるみたいなので、今昼間の時間とかに行ってみてですね、実際ワインを飲んでみるのが一番いいんじゃないかなと思っております。同じ下町として非常に応援しております。いつかコラボしたいですね。ということで今回は5つのワイナリーとワインをご紹介をさせていただきました。非常に悩みました。素晴らしいワイナリーがですね、ワイナリーとワインが日本に多すぎるので、いや今回はですね、完全に僕の主観で好きなものだけ説明させていただいたんですが、他にも好きなワイナリーワインがたくさんあります。今回ご紹介できなかったところで言うと、もちろんシャトーメルシャンさんをはじめ、ドメルテッタさんとか武田ワイナリーさんとか、あとドメルテテンゲージさんとか、素晴らしいワイナリーワインがたくさんあるので、ぜひこの国産ワイン、日本ワインに興味がある方はいろんな土地のですね、ワイナリーのワインを手に取ってみてください。必ず感動できるものがあると思います。はい、では今回の動画はここまででございます。何か一つでも皆さんのですね、気になるワインがあったらいいなと思います。ではこんな動画